皆さんこんにちは。一つのプラモデルを3つの動画に分け、完成までを収録しているプラモの時間。いつもご覧いただきありがとうございます。今回はボディ塗装からインテリア完成までを収録しましたので、よろしければご覧ください。まずはボディ塗装から行ってまいります。このキットのモデルであるケンメリ GTR に当時用意されていたカラーはホワイトにシルバー、そして総生産197台中最も数が少なかった色がレッドです。中でもこのレッドはカタログにも掲載されておらず、生産台数は197台中わずか7台と超希少なカラーのようです。今回はこの希少なレッドをチョイスし仕上げてまいります。使用した塗料はクレオスのプリピアスレッドで、ガイアノーツの T01 薄め液で1対1で薄め塗装を行いました。ボディ塗装の工程としてはそれぞれいつも通りの3工程。1工程目は各曲線や角と呼ばれる部分を中心に、2工程目はルーフやボンネットなどを中心とした広い面積の部分、3工程目は各部ムラのないよう塗装をしていきます。次にエアブラシを使用した塗り分けを行っていきます。塗装の前にやり残したことを一つ。フェンダーミラー接着面に穴を開け、ボディと固定するための真鍮線を入れていきます。非常に小さいパーツなので 0.6mm のピンバイスで穴を開け、同じく 0.6mm の真鍮線を差し込み、塗り分け準備完了です。塗装工程の順番としては、下回りパーツやメタリックパーツの下地としてブラック系、次にシルバーなどのメタリック系、次にインテリアパーツなどメタリック系以外のカラーとなります。シャシーのエンジンフードら辺はボディカラーと一緒のプリピアスレッドをざっくり吹いてありますので、残りのシャシーをガイアノーツのエボブラックでこちらもざっくり塗装。エンジン類はタミヤのフラットアルミ、マフラー関連はクレオスのスーパーチタン2を吹き付けました。インテリアパーツのシートに関してはガイアノーツのエボブラックを塗装した後、マスキングをし、背もたれと座面部分のみクレオスのスーパースムースクリアを塗装し、レザー部分との違いを表現してあります。続いてリアルクロームを使ったメッキ塗装です。メッキ塗装をするパーツはホイールで、塗装工程としては3工程。1工程目がショーアップ製のベースカラーブラックを原液で塗装。2工程目が一液型のウレタンクリア、こちらも原液で塗装。3工程目がリアルクロームを原液で吹き付け塗装完了です。このリアルクロームを吹き付けるときに気をつけたことは3つありまして、1つはエアーブラシのエア圧は最小に、次にエアーブラシから出てくる塗料のミストを塗面にのせる感じで、最後にパーツとエアーブラシをなるべく離し、一気に吹かず3から4回に分けて塗料をのせていくこと、以上の点を気をつけながら塗装をしていきました。続いて遮光の調整です。素組みで組み上げていくとべらぼうに遮光が高い仕上がりになってしまいますので、こちらを調整していきます。まずはリアから。ロアアームが一体となっているパーツを改造していきます。ロアアームに対しブレーキディスク一式を取り付ける箇所を 2mm のプラ材をカットしたものを接着し、シャフトが固定するようにこの部分を塞いでいきます。次に 1mm のプラ板をカットしたものを先ほどの側面の箇所に接着し、遮光を調整しました。フロントに関してはまずはサスペンションを2巻き残しでカット。地面側のモールドもカットしていきます。続いてカットした部分にピンバイスでスプリング側が 2mm、
地面側は1ミリで穴を開け、そこにそれぞれの太さのシャフトと真鍮線をカットしたものを差し込み、刺す側は完了。アーム部分は車高を下げることにより無理が出てきますので、プラ棒をカットしたもので新設。しっかり刺すパーツが固定できるように手で曲げ、ピンバイスで取り付け穴を開けたり調整しました。次にレジンで補給類を作成です。パッケージ内容のままですと、バッテリーやブレーキフルードタンクにウォッシャータンクが付属されていないので、手持ちのタミヤハコスカからパーツを流用し、レジン液で複製していくことにしました。片思いにそれぞれのパーツの型を取り、レジン液を流し込んだ後、ブラックライトを照射し、複製完了。余分なレジンをカットし、形を整えていきます。その後塗装。バッテリーは 5mm のプラ材がぴったりでしたので、それと複製した上の部分を接着し、自作したコーションデカールを貼り完成です。これで少しエンジンルームが賑やかになる予定です。続いて筆を使用した塗り分けです。メッキ塗装でピカピカに仕上げた林ストリートのホイールから塗り分けていきます。エナメルのセミグロスブラックで塗装をし、塗料が乾いた後、エナメル溶剤を染み込ませた綿棒ではみ出た部分を拭き取っていきます。続いてゴールド、メタリックグレー、シルバーなどメタリック系をガンガン塗装。シフトノブのシャフトは4アーティストマーカー、エンジンヘッドカバーの文字の箇所にはリキッドミラークロームで塗り分け、素材の違いを演出してみました。最後にブラック系を入れ、筆を使用した塗り分けが完了です。次にデカールの貼り付けです。ボディへのエンブレムデカールはモールドされているのでなし。塗装で表現することになるので、ボディ系はナンバープレートのみとなります。パーツに貼り付け、綿棒で余分な水分と空気を除去していきます。続いてセンターコンソール部分ですが、シフトノブの奥にはカタログなどを見るとラジオがある模様。以前スカイラインジャパンを制作した時に本物のダッシュボードパネルをコピーし、デカールにしたものがあるので、そちらを流用し貼り付け、雰囲気重視で仕上げてみました。メーターデカールは粉々にちぎれてしまったので、こちらも自作したデカールを引っ張り出し貼り付けを行いました。こちらも雰囲気は出たのでよしとし、次に進んでいきます。次に下回りの組み立てです。今回のキットはせっかく S20 型エンジンがついているということで、できる限りディティールアップをしていきたいところということで、プラグコードのパイピングを行います。 0.5mm のピンバイスで穴を開け、アドラーズネストより販売されている赤黒リード線 0.4mm をカットしたものを組み込んでいきます。駅マニとキャブを接着し、エンジンの完成です。続いて足回りですが、すでに車高の調整は済んでいるので組み付けていくのみ。念のためボディとシャシーを合わせ、面具合を確認しながら組み立てを行いました。最後にインテリアの組み立てです。まずはダッシュボード周りから。デカールを貼り付けたメーター部分に対しレジン液を流し込み、ブラックライトを照射。パネルケースの表現とデカールの保護をしておきます。グローブボックスのキーシリンダーはアドラーズネストのブラインドリベットヘッドを取り付けました。続いてシートですが、フィニッシャーズのシートベルト金具
&シートセットで武装。ブラックで統一されたインテリアをこのような金具を使い、よりスパルタンになるよう表現してみました。続いてダイソーのフェルト生地をカットしたものを接着し、マットの再現。そしてセンターコンソールにリアシート、フロントシートに内張り、ダッシュボードを接着し、インテリアの完成です。これぞ男なインテリアをうっとり眺めつつ、今回はここまで。次回は完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。